ネクストヴィーナスグランプリの準決勝で、私たちはサニーピースに負けた。ステージで私たちは全力を出し切った。だから負けても、後悔はなかった。後悔はなかったけど。でも、やっぱり、悔しいな。ルイちゃん。せやな。悔しいんは、悔しいな。ほんま、うちら、めっちゃ頑張ったもん。毎日毎日自主練だってして、頑張った。ちょっと、なんで二人が先に泣いちゃうの？私だって、悔しくて、本当は、我慢して、次も、頑張ろうって。悔しくて3人で泣いてもっと強くなろうと誓い合った。二度と負けないように。まだ見ぬ高みへ自らの翼で羽ばたくために、あの時流した悔し涙を私は絶対に忘れない。ここは確かダンスの練習中に意識が遠くなって、私ったら体力が尽きてまた練習中に眠っちゃったのね。じゃあさっきのは夢？ルイちゃん、目が覚めたんだね。気分どうなん？具合悪いんやったらマネージャーさん呼んでこようか？マネージャーさんならきっとルイちゃんを寮までおんぶして連れて行ってくれるで。おんぶ？大丈夫よ。ちゃんと自分の足で歩けるから。元気そうで安心したわ。ルイちゃん、険しい顔してどないしたん？ねえ、ユウ、スミレ。私たち強くなったわよね。当たり前やん。グランプリの頃より歌もダンスもかなり上達して安定感も増したわ。星見プロに移籍してからは仕事の幅も広がって応援してくれる人の数も増えたよね。サニピに負けてからうちらは必死に頑張った。その結果がライブバトル破竹の98連勝。今も連勝記録を更新中で100連勝の大台も目前やもんな。そうよね。私たちは強くなった。悔しい思いを二度としないように、やれることは何でもやってきた。私たちは絶対に負けない。トリエルはこれからもずっと勝ち続けるのよ。あそこにいるのはトリエルの3人か？楽しそうに話をしていて相変わらず仲がいいな。マネージャーさん、おはようございます。おはよう。3人で何を話していたんだ？ライブバトルで100連勝を達成したら記念にみんなで何かしたいねって話してたんです。それで3人で旅行なんてどうかってことになったんやけど、旅行に行くなら北海道がいいな。みんなで美味しいものをいっぱい食べたい。沖縄はどうやろか。うちの別荘もあるし家族旅行でよく行ってるから観光名所も案内できるで。行くなら身になるところがいいわ。ブロードウェイやラスベガスで本場のエンターテインメントを学びましょう。こんな感じで話が全然まとまらへんねん。ちなみにマネージャーさんはどこがいいと思います？そうだな、俺だったらって3人とも少し気が早いんじゃないか。100連勝の前にまずは99戦目だ。対戦相手の候補者リストを持ってきたから確認してくれ。このリストに載ってる人が全部対戦相手の候補なんですか？前回よりもかなり人数が増えましたね。100連勝が目前に迫ってトリエルのライブバトルに世間の注目が集まっているからな。知名度を上げたい若手アイドルがこぞって立候補してるいうわけやね。若手だけじゃないぞ。ランキング上位の実力者も大勢名乗りを上げている。リストは渡しておくからいつものように誰と対戦するか3人で決めてくれ。
ったら誰にしようか迷っちゃうね。でもやっぱりランキング上位のアイドルかな。勝てばビッグ4に大きく近づけるもんね。次の相手はこのアイドルグループがいいと思うんだけど、どうかしら。そのグループは人気急上昇中の若手アイドルやね。話題性も十分やし、これならライブバトルも盛り上がるんとちゃいます？でもランキングは私たちよりも。すみれ、どうかしたの？なんでもないよ。二人の言う通りその対戦相手で行こう。決まりね。相手はキャリアは浅いけど勢いがあるわ。油断は禁物よ。全力で勝ちに行きましょう。100連勝目指して頑張ろう。これでいいんだよね。何も間違ってないよね。でもどうしてだろう。胸の奥がざわざわする。